心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き、山宮ひろ子です。こんにちは。今日は帯板検証。帯板をちょっと研究してみようかなって思います。実際はここにうちにあるいろいろな帯板、振り袖に使うタイプですけど、普段私が使ってるのは16センチ、後ろに14センチ。長さはどちらも一緒。幅だけ違うもの。これ前と後ろに使ってます。こういう素材ですね。私これが好きですね。で、あんまり硬くない方が、これが一番普段は使っています。そして、これがよくお客様が持ってきてくれるのが、これスタッフに借りたんですけど、後ろ板と前板、幅は変わらない。で、前板がこんな横がこうね、ちょっと落ちてて、幅は長さが前板の方は広いみたいです。で、これって割と貸衣装屋さんなんかもこれがついてくること結構ありますけど、割と硬い、厚い。なのでしなり具合もさっきのよりもだいぶ少ないように感じます。これスタッフが練習さんざっぱらしてるので、かなりやわやわになってますけど、新品さんなんか持ってくると、かなりこうやって丸みがついてないでビロンってこう戻る経験があると思うんですけど、これは割と厚め。薄い帯だとここがピーンってこうギューって締めないと戻ってくる戻りがある。で、この辺はね、実は花嫁さんに使うとか言って、こう山、帯が引っかかるところの山とか作っちゃって、これ実はホームセンターでこういうのを買ってきて、これなんて言うんですかね、アクリル板、細い薄いそういうのを買ってきて、チョキチョキって切って作っちゃった。で、これはなんかお菓子の缶かなんかに中敷きであったのを取っといて、こういう大きさに切って、で普通は前板と後ろ板ですよね。でもこれ薄いのだと3枚実は使ったんです。コンクールで何使ってもいいですよっていう時に、帯板3枚使ってみようと思って、1枚目2枚目3枚目というか、後ろ板1枚前2枚使って、その時薄いのにしようと思って薄いのにしたんです。こんな風にして使ってみています。で、横まであると太って見えますと私はよく言うので、前と後ろの脇は開くようにサイズを設定していますが、こういう風に薄くなるとよくしなるので、脇がそうそうこう馴染まないでパンとなってしまうようなことも少ないように思います。ただこのぐらいの大きさで脇が開いてる方が、この脇のところっていろいろ忙しいところですよね。いろんなものが入んなくちゃいけないので、そうしていることが多いです。そしてですね、これってこうご自分でお召しになる方がこういうのをつけて、一番最初に使う帯を回す前に使うんじゃないかなと思います。そしてね、スポンジがついているんです。これ実は私のオンラインサロンのメンバーさんが、これではないんですが、裏にスポンジのようなものがついていて厚みがある。で、大きさ的には後ろ板ぐらいの大きさでしたって、それをお預かりしたんですけれども、これってどう使ってどう良さがあってどういうような感じなんでしょうかって言われて、私も心がけて探してみようと思っていろいろ調べてみたんですが、ドンピシャのものが手に入りませんでした。なのでそれをお見せすることもできないし、私も実際触ったこともないんですが、要するに板の後ろに厚みがあるふかふかしたスポンジ状のものがついているということらしいんです。で、それを大きさ的には後ろ板ぐらいのだったというんで、後ろ板に使うんでしょうかっていうお話だったんですが、これはこの両端についていて、真ん中ねポケットみたいな、これ若い人きっと知らないんでしょうけど、ここ帯締めた後ここになんかこう入れたりしますね。ハンカチとかね、お財布とか小銭入れとか入れたりとか、今だったらスマホ入れたりとかするそのポケット、こう下まで落っこちないように、これ一番体に近いところに巻くから、その上に帯がなって、帯の輪の下に置くわけじゃなくて、輪が手前だから、ここになんかこの下がないと何か挟んだとこ落っこっちゃうっていう可能性があるから、こういうポケットがついているんだと思います。この使い方で使わせてもらって帯巻いてみようかと思います。
それでは先ほどの後ろにスポンジがついていた帯板、こうして使ってほしいんだなと思われるようなゴムでこう後ろをして一番体に近いところに置きました。そうすると確かにスポンジがこうあるから、その部分こう隙間がこの帯板だけで開くってわけですね。この隙間開いてますよ。わかりますか？そしたらこのところに巻いてみましょう。で、実際帯板1枚目、前の2周巻くところの1枚目と2枚目、どちらにも入れる方がいると思いますが、私は1枚目に入れるタイプです。だからこの時この間に私は帯板を入れたいわけです。でもこの帯板直接体にぴったりついている、着物の上にもついてしまっていますから、そのまま巻いていってみましょう。こうして巻きます。下から帯板が落ちてしまわないようにちゃんと後ろで締められてるわけですね。あえて後ろ板は使わないでいきますね。で、こうして2周目も巻きます。そしてここで締めていきますよ。実は今締めようと思っているんですが、なかなか締まらない。これは後ろ板がない状態だからなんですかね。後ろ板がないとこういう状態になっていて、締めようと思ってもロックがかかったような状態です。ロックがかかったような状態だと、ここのロックを外してあげて手を入れてあげて送るといいですよっていうような話しましたけど、そしてロックを外してあげるような気持ちで今回してみています。で、締める。そしてお太鼓を結ぶのと同じようにタレを上にして結んでみましょう。これが帯板との関連でロックがかかったのかどうなのかはちょっとわからないんですけれども、こうして1周目というか1周目の下、着物に直接帯板をつけて今締めました。で、ここにはスポンジがあったので1周目の内側に着物と帯との間が空いているということです。特に違っているような感じは見えませんが、もっと厚いクッション材があればここは間が随分空いたのかもしれませんね。ただもし帯揚げ帯締めは帯のね胴の上ですけど、帯揚げや枕の紐をここにこうしまおうと思ったら、この部分に帯板よりも向こう側にしまっていくということだと、間に差し込んだのとは違うので、すぐ伊達巻きの上に乗せられるということで、この中に入れてしまうとかそういう心配は少なくなるのかもしれません。ただこの輪の中に入っていない分、何かで帯が緩んで下がったりとかすると帯板はついてきてくれないということなので、帯板が見えてしまう可能性があるんでしょうか。そこのところは時間を追って見てみないとわからないので、実際私は自分で着る時もこういった帯板を使ってはいないのでわからないので、むしろ自走の方でこの帯板を使う方、自分の帯と着物の間に直接つけるタイプの方、よかったらこれを教えていただけるといいかなと思います。帯板の裏にスポンジがあるということは、体と帯の間が空くということだと思います。そこで何かいいところがあるのかないのかと言ったら、もしいいところがあるとしたら間が空くっていうことではないでしょうかね。ただそれで締まりが悪くなってしまわないかどうかっていうのは、それはちょっと動いた後とかで検証してみたいので、人間でできたらいいなと思うので、ご自分でお召しになっている方いかがでしょうか。ぜひ教えていただけると嬉しいです。これ検証してみましたが、実際は自分で着てみた感じがわからないので、本当に検証になったかどうかというところですが、実際は着物と帯との間がたくさん開くというのが、裏にスポンジ状のものがついている
オビータのいいところだったり悪いところだったり、何か効果を狙っているところだと思います。間が空くということですね。いかがですか？ぜひ知っている方がいたら私にコメントで教えてくださいね。みんなでシェアしましょう。今日のオビータ検証どうだった？私もわからないことがたくさんあるから、まだまだ勉強、もっともっと勉強って思ってる。ぜひぜひ皆さんも私にコメントお願いします。教えてください。よろしくお願いします。それじゃあみんなに元気注入だよ。いい？